皆さんこんにちは。藪デッサン講座の藪下です。初級編第14回目の課題はお玉です。今回は特にテーマを設定しませんが、形、比例、材質感、固有色、立体感、空間、構図などに注意してデッサンを進めます。お玉は半球状の玉の部分と柄の部分で成り立っています。細長いモチーフですから、手前と奥の空間表現や斜めに傾いた楕円の形、お玉部分の内側曲面とそこに映り込む形、回り込む曲面の反射光の表現などに注意しますが、なんといってもステンレス素材の特徴であるキラッと光ったハイライトの表現が重要ですし、また描いていて一番楽しいところやと思います。お玉はこれですが、描き出す前にお玉を手に取りよく観察します。いろいろな角度から形や縦横の長さの比率、断面形状、色や重さなどを十分に確かめてください。特にステンレス素材の厚みを確認しておきます。モチーフのことをよく知ることが魅力あるデッサンにつながりますから、これはデッサンを始める前の準備運動みたいなものです。画用紙は八つ切りの大きさ 38cm×27cm と、鉛筆は三菱ユニの H から 4B までの濃さの鉛筆を使いました。動画の再生速度は前半は2倍速で後半は4倍速にしました。必要に応じて再生速度を調節してください。また制作時間は3時間でした。この動画を最後まで見て制作手順、鉛筆の動かし方、練りゴムの使い方などをぜひ参考にしてください。動画を見てなるほどそうするのかと合点がいけば、それだけ皆さんは上達したことになります。お玉は細長いモチーフですから、画面全体を映すと小さくなってしまって分かりにくいので、実際よりもかなり太く描いています。それではお玉のデッサンを始めましょう。まず最初に当たりを取ります。光源は左斜め上にあります。画用紙のどこに描くのか、大体の位置と大きさを薄く描きます。鉛筆を軽く持って筆圧を抑えて薄く描いてください。お玉は細長いので実物よりもかなり太く描いています。当たりを描くときは大体の大きさと位置を決めるのが目的ですから、測ったりせずに見た目の感覚で描いていきます。鉛筆は B を使っています。お玉の影のできる側と下側の空間を反対側よりも広く取ります。影もモチーフの一部ですから、全体のバランスを考えてお玉の位置を決めます。それでは形を描いていきます。お玉の左右の幅を決めます。お玉の楕円の長径と柄の長さの比率を測り棒を使って確認しておきます。まずお玉の楕円から描きます。斜めに傾いた長方形に内接する形で楕円を描きます。中心線を描き、中心線から左右に振り分けて楕円の直径と長さを決めます。同じように単径の長さを決めます。楕円を描く起点の4点を決め、起点から丸めます。間をつなぐようにして楕円を描きます。お玉の中心線を描き、そこからつながるように柄の中心線を描きます。柄の形の変わるところが中心線に対して対称になるように補助線を使って描いていきます。お玉の楕円の内側にステンレスの厚みの楕円を描いておきます。
この部分も小さな楕円ですが、補助線を使って楕円を描きます。小さなところですが、注意をして形が狂わないように気をつけます。台紙の影も大まかに描いておきます。形からはみ出している線は消しゴムで消し、濃くなりすぎた線は練りゴムで薄くしておきます。最後に消しゴムや練りゴムの消しカスを跳ねぼうきで払っておきます。これで形は完成です。お玉の明暗を描いていきます。鉛筆は H から 4B の濃さを使いました。いきなり完成した時の濃さで描くのではなく、薄い鉛筆から使って徐々に濃さを上げていきます。最初にどこから光が来ているのか光源の位置を確認しておきます。次にお玉の暗い部分、明るい部分を確認します。曲面に沿った線を使ってお玉部分から書き出しています。大まかなざっくりとした明暗を書いています。いつも形に沿う曲線を使うことを心がけます。お玉の外側の曲面も書いていきます。この部分はお玉の中で一番手前にあり、明暗のコントラストの強い部分ですからかなり濃く書いています。お玉部分は光源の方を向いていて、なおかつ鏡面ですから、陰影による明暗差が分かりにくいので、早い段階から写り込みを書いていきます。写り込みを書くことで曲面を表現します。写り込みの大まかな形を描いていますが、何が写っているのかを確認しておく方が描きやすいですよ。大まかな写り込みの明暗を描いていますが、この段階で細かく描きすぎないように注意します。お玉曲面に沿ったタッチを使いますが、写っているものが明瞭に見える場合は、写っているものの形に沿う方向の線も使います。特に暗い写り込みはアクセント的に暗く描いておきます。絵の部分の描写に移りますが、面の変わり目の矢印の部分がとても暗くなっていますから、この暗さを強調してから描き始めます。絵は細長いので長手方向の線が中心になりますが、中心線に対して直角に切った時の切り口の線も使います。また色味のつながりや影のつながりを感じた方向の線も使って描きます。
小さな部分ですが断面形状の線も入れています。接地面の濃い影を入れ、お玉の影を描いていきます。台紙状の影を描いていますが、モチーフと台紙が接しているところの色が一番濃くなり、離れていくほど薄くなりますから、影の濃淡によってモチーフと台紙との距離を表現します。また同じ濃さの影の部分は、手前の影ほど濃く描き、奥に行くほど少し薄く描くことで、奥行き方向の空間を表現します。お玉部分の影も接地面の影は濃く、台紙から離れるに従って薄くなりますから、影の濃淡をしっかり表現することで、お玉部分がぐっと台紙から立ち上がっている感じを表現します。絵の中心線に対して直角になる線を描いています。形に沿う方向の線を描くことによって形がより堅牢になります。手前と奥の接地面の影の濃淡に注意しながら手前の影を描きます。色味のつながりに沿っていろいろな方向の直線を使っています。この面の変わり目もかなり暗いですから、しっかり描くことでこの部分が前に出てきます。同様にお玉部分ではこの部分が手前にあり、かなり暗いですから、他の部分よりも一歩先んじてデッサンを進めます。特に暗い映り込みを描きながら、まだまだ全体の大きな明暗を描いています。ステンレスの厚みを描き起こしています。小さな部分ですが、厚みを描くことで、ステンレスの材質感と存在感が強まります。また、お玉部分に戻ってきました。大きな明暗に注意しながら、映り込みを少し細かく描いていきます。映り込みを描くときに注意することは、映っているものの輪郭線は描かないということです。輪郭線は描かずに、大雑把な明暗を線の束で描いておきます。また、この段階で細かくなりすぎないように、区分け程度に描いておきます。映り込みの中の特に濃くなっている部分を強めておきます。
そうすることで周りの部分のデッサンが進めやすくなります。お玉外側の面の変わり目付近が弱くなってきたので、そこを強めます。常にここがお玉部分では一番前に見えるように、弱くならないように気をつけます。また、右側の向こうに回り込む曲面の輪郭線付近は反射光も当たりますから、少し弱めて描いておきます。面の変わり目の色の濃い部分を中心に絵の部分も書き込みを進めていきます。この部分は鈍い映り込みしかありませんが、微妙な明暗の変化を追いかけて鉛筆を入れていきます。接地面付近の影をしっかり暗くすることで、お玉の形が浮き上がって強くなります。徐々に映り込みも細かく描いていきますが、いつも全体の明暗を意識して、大きな明暗から浮き出さないように描いていきます。お玉部分の曲面に沿って映り込んでいる形も変形しますから、それをしっかり観察します。デッサンは細部を書き込むことで全体の明暗の不備が見えてきたり、また全体の明暗を書くことで細部の描写の不足が見えてきたりします。全体から細部へ、細部から全体へと、いつも同じ完成度を意識しながら、行きつ戻りつデッサンは進みます。相対的にお玉部分外側の面の変わり目が弱くなってきたので、書き込みを強めています。5B の鉛筆を使っています。消しゴムを使ってハイライトを白く抜いています。また練りゴムをヘラ状に変形させて、さするように使ってぼーっとした明るさを抜いていきます。金属を光らせるコツは、明るい部分と暗い部分の明暗のコントラストにありますから、明るい部分はしっかり明るくします。ステンレスの厚み部分の明るさも練りゴムで抜いていきます。
消しゴムを使った後は調子を整えつつ書き込みを強めていきます。柄の部分はお玉部分に比べて明暗の変化が少ないですが、面の変わり目の濃い暗さと接地面の濃い影を描くことで前に引っ張り出します。お玉部分の影は手前と奥で明暗に差をつけることで台紙とお玉の間の空間を表現します。絵の下側の面は黒い影が映り込んでいますからかなり暗くなっています。面の変わり目の暗い部分を一段と強め、お玉部分を書き込んでいきます。大きな明暗に注意しながら、細かい映り込みの描写をします。時々2メートルほど離れたところにデッサンを置いて、モチーフとデッサンをゆっくり見比べてください。距離を置いて見ることで自分のデッサンを客観的に見ることができます。書くべきところをしっかり確認してからデッサンを再開します。見る、確認する、書くのサイクルを常に繰り返します。明るい部分の書き込みは濃くなりすぎないように、薄い鉛筆を使って丁寧に書きます。このハイライトは光りにくいので、面の変わり目付近の明暗差をしっかり書きます。接地面付近の影を強めて手前と奥の空間を表現します。
またお玉部分外側の暗さに戻ってきて最後の書き込みです。右側の向こうに回り込む輪郭線付近が弱まっているかを確認しながら書きます。内側の曲面も大きな明暗に注意しながら写り込みを書き込んでいきます。細かい部分を書いている時も常に全体を意識します。鈍くなったハイライトを明るく抜き直しています。一番楽しいところですが、慎重に明るくします。明るくした部分を全体の調子になじませます。お玉部分の湾曲面の形が弱くなってきたので、それを書き起こしながら細部の書き込みを続けます。書いたり消したり強めたり弱めたりデッサンを少し離れたところに置いてモチーフと見比べたりしながら結構書き込んでいるのがお分かりやと思います。デッサンはどこまで書いたらよいのかと思わはるかもしれませんが、初心者の間はまあまあこんなもんかなというところで構いません。最初にお話ししたようにモチーフの形、比例、材質感、固有色、立体感、空間、構図などが自分が思っていたように表現できていれば OK です。もし思うように書けなくても悲観することはさらさらありません。ある程度試行錯誤して粘って書いたらそこで終了してください。初心者の間はある程度うまく書けてこそ楽しいですから、書くことが嫌になったら元も子もありません。準備編1のデッサンについてでお話ししたように、
デッサンは右肩上がりの直線上に描けるようになるのではなくて、階段状に上達します。ある日階段をポンと一段上がるように視界が開け、理解が深まるものです。うまく描けなかったモチーフは、間に10枚ほどデッサンを挟んでから再挑戦してみてください。そうすると、以前は描けなかったものが案外しっかり見えたりします。長年作品制作をしていると、思うように作れないことの方が多いくらいですが、階段をポンと一段上がる経験を繰り返していると、最終的には必ず作れるという変な自信が身につきます。というわけで、まあまあこんなもんかなと思いますので、この辺で完成とします。はい、皆さんいかがでしたか？このお玉は我が家で20年近く使っているものです。普段はそんなにしげしげと見ることもなく使っていますが、改めてデッサンの対象として見ると、こんな形をしていたのかという発見もあって、普段使いのものをモチーフにするのも面白いものです。皆さんはこの動画を最後までご覧になったので、制作手順、鉛筆の動かし方、練りゴムの使い方などがなんとなく分かってもらえたと思います。デッサン上達の近道は、多少の理屈を理解して自分で実際にデッサンをして理解をしっかりしたものにすることです。今度は皆さんがお玉のデッサンをぜひしてください。今回の要点をまとめます。1、お玉部分の楕円の形は斜めに傾いた長方形に内接するものとして楕円を描きます。2、お玉の曲面は形に沿う方向の線と映り込んでいるものの形を描くことで表現します。映っている通りに描くことは短時間ではできませんが、根気強く映り込みを見ながらデッサンをすると、それらしさは表現できます。このそれらしさの表現が大切です。3、ステンレスの厚みをしっかり表現します。それがお玉の材質感と存在感の表現につながります。4、手前と奥の距離を考えて、手前は強く濃くはっきりと描き、奥に行くほど弱く薄くぼんやりと描くことで空間を表現します。台紙上の影も空間表現に活用します。5、ステンレスのキラッと光ったハイライトや明るい部分の表現は、その近くにある暗い部分とのコントラストを強めることで表現します。はい、皆さんお疲れ様でした。お玉のデッサンの説明は以上です。次回の第15回は、人参とじゃがいものデッサンをします。チャンネル登録、高評価、コメントもぜひお願いしますね。それでは今日はこれでおしまいにします。また次回の動画でお会いしましょう。皆さんごきげんよう。